鍛えた体幹が思うようにパフォーマンス出せないんですよ。一番重症のステージ3です。関節は強化できないんですよ。筋力を強化している。足首が正常だとってなれないんですよ。これすごい。サッカーなんか特に肉離れハムストが多いんですよ。そうですよね。本質的なとこを直すっていう概念が今までの概念とちょっとこう全く覆されたというか、ちょっとよくわかんないですこれはちょっと感動レベルっすわいろんなことが納得いきました。ああ、よかったです。原理原則全てを捉えてる誠実だありがとうございます。本日のゲストをご紹介します。那須さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもイエーイ。すごい豪華。はい、那須さん、それでは、視聴者の皆様にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、プロサッカー選手を18年やらせていただきました。J1 クラブで横浜 F マリノス、ベルディ、ジュビロ、柏レイソル、浦和レッズ、ベルディと、6クラブを渡り歩きました。で、引退後は YouTuber、今40、もう少しで8万。おー、すごい。YouTube 活動もさせていただいている中で、経営者もさせていただいているので。経営者、はい。どのようなお仕事を？インフルエンサー周りだったり、そのマネジメントだったりっていうところも含めて、ウィナーズの監督とかさせていただいたりとか、いろいろと多岐にわたって今お仕事をさせていただいてます。いやー、素晴らしいですね。そんな那須さんですけども、本日のお悩みをお聞かせくださいませ。もともとアスリートだったので、自分の体には詳しい方なんですが、全体的にこう前傾になってしまうっていう部分があって、で腰に詰まりが出てしまうっていうところと、つい先日なんですけど、膝関節を軽く痛めてしまって、でそこがどう改善できるのかなっていうところ。それは今日のために仕上げてきてくださったということですかね。そうですね。たまたまだったんですけど。さすがです。これがプロですよ、皆さん。関節っていうフレーズが出ましたけど、筋肉ももちろんなんですが、関節のケアができるってことで、今注目していただいてるんですね。関節ということで、大好物でございます。今日は一通り那須さんのお悩みを解消して、生まれ変わって帰っていただくと。いやー、もうありがたいです。この予防っていう言葉が入ってたので、アスリートはどっちかというと怪我を処置するっていうことより、予防の方が必要としてるところなので、いかに怪我をしないかっていうところ。そうですよね。もちろん処置もなんですけど、だからそういう意味ではすごく僕ありがとうございます。ちなみにプロの視点からお聞きしたいんですけど、スポーツ外傷とスポーツ障害の違いってご存知ですか？そこは知らなかったです。なんとなくでしかわからない。そうですよね。プロの方でもこの違いがわからないぐらい、怪我に対して身近じゃないんですよね、実はあまり。なるべく怪我しないようにいろいろやるけども、怪我したら病院行こうとか、それなりの医療機関行こうっていうのが普通だと思うんですけど、例えばじゃあ膝靭帯を痛めるとか、サッカー選手多いと思うんですけど、あれがスポーツ外傷、スポーツやって怪我しまして、そうじゃなくてなんか繰り返しのストレスで筋肉が張って痛いなとか、まさに慢性的なものですね。慢性的な症状を繰り返して怪我につながっていく前の段階をスポーツ障害って言うんですよ。これが予防すべき場所なんですね。この予防の感覚がやっぱりまだまだ根付いてなくて、怪我するまで対策ができてない方が多いんで、怪我に泣くアスリート多いじゃないですか。多いですね。なのでこのチャンネルをご覧の皆様はどういうところを見ていったらいいのかとかっていうのを一緒に学んでいただいて、怪我を予防していただきたいなと思っております。じゃあそれでは那須さんを治療していきましょう。那須さんが足の関節の状態が悪いために、いかに体の力が逃げてしまうような状況になってるかと、ご自身気づいてないと思いますんで、それを検証していきたいと思います。力比べというですね、やり方で検証していただくのがもう見てる方も分かりやすいので、それをやらせてください。わかりました。はい、行ってみましょう。左足一歩前出して、右手を出していただきます。私がこれで手を乗せるんで、ここのラインから下がらないように、支えてください。これもし耐えれたら那須さんの勝ちです。もう下がっちゃったら私の勝ちということで、もうすでになんか強いです。腕の力だけじゃない体の使い方を分かってる方の力の入り具合。いきますね。うわ、絶対下がんない。超強い。超強いですね。だいぶ強いです。はい。ちゃんとこういう体の修正されてました。ところが、この修正ってサッカーでも必要じゃないですか。なぜかというと、競り合いの時とかにおっとっとってなっちゃいけないんで、体の修正が必要だと思うんですね。まさにディフェンダーですから、重要なスキルですよね。そんな那須さんがどんだけバランスが取れなくなってるか、右足を出してください。はい。
はい、左手を出して。ちなみに僕今外で力入れたんですよ。はいはい。だからちょっとつなげてないです、体。ああ、なるほど。少し中に入れます。すごい。ってことはさっきは手加減してたと。ちょっと自分の力だけでちょっと頑張ってみました。すごい。今から出るのが本当の那須さんの力と。もし放送事故になったら今日でこのチャンネルは終わりでございます。はい。ということで私もチャンネルの摂取をかけてやりますので、いきますよ。はい。じゃあどうぞ。お前全然ほら、上げてください。ほら。全然ダメだ。はい。私、握力30ぐらいしかないし、背筋力は120あるかないか。ほら。っていうことでございます。さっきと一緒の力ですか？もう、じゃあどうぞ。もうさっきと一緒の力どころか、普通、こういう力のやり方って下がんないんですよ。同じようにやりますからね。はい、どうぞ。はい。中心でいいですよ。さっきおっしゃった中心にしても、こうなるわけですね。はい。これが今の僕のバランスなんですか？そうです。これ、何が原因かっていうと、足の関節なんですよ。この状況って体幹でしょ？そうですね。とかって普通思いますよね。その体幹を発揮するのに、一番重要なのが足の関節なんです。足の関節はしっかりしてないと、鍛えた体幹が思うようにパフォーマンス出せないんですよ。そんなに関係があるんですか？超絶重要です。そしてサッカー選手はその重要な足の関節を痛めやすい。体幹を鍛えても発揮できてない人多いんですよ。でも発揮するために余計な出力を出して怪我するっていうことが多いんですね。なので本来のパフォーマンスを出すためには足から見ていかないといけないです。そうなんですね。はい。でサッカー選手なのでおそらく気づいてないうちに足首とか、今回膝今日のためにね仕上げてきてくださいましたけど、そうやられてますんで、そこから検証して調整していきましょう。はい。ではやっていきます。那須さんの体幹を台無しにしてる一番の理由は右足首なんですよ今回。右足首なんですか？右足首なんです。那須さんはいろんなケアを受けてらっしゃるってさっきお伺いしたんですけど、これ足首のケアって受けたことありますか？ないです。ですよね。なんでか知らないけど人間の体重を支えるのに一番重要で、運動能力を発揮するのも足首なのに、足首のケアって全然ないんですよ。そのぐらい注目されていない。なのでノーガードになってます。3段階ありまして、足首の状態の悪さがステージ1、ステージ2、ステージ3って一応呼んでるんですけど、一番重症のステージ3です。ステージ 3？ はい。僕ちなみに足首は強い方なんですけど、強化というかパーソナルトレーニングになってて、強さとは全く関係ないですね。これすごくいい質問で、関節は強化できないんですよ。筋力を強化している。そうですね。つまり、どういう強化かというと、不意の動作の時に捻挫しちゃったりとか、バランスを失わないように、足首を安定させるトレーニングなんですね。なるほど。足首の関節がずれてしまうと、ずれが勝手にはまるわけじゃないんで、また別の視点が必要なんです。そういうことなんですね。要は、脱臼しましたと。つい最近、大谷選手とかも話題になりましたけど、トレーニングしたから脱臼がはまるかってはまんないですよね。そうですね。同じことなんです。これがまさに日本語で言うとア脱臼ってのが近い。英語とか海外だとミスアライメントって言うんですよ。ミスアライメント放置することでねじれが生まれることをマラライメントって言うんですね。この状況が放置されちゃうとねじれに逆らった動きをしないといけなくなっちゃうんで、余計な筋力が必要になったり出力を上げすぎて怪我しやすくなったりっていう環境になっちゃいます。なるほど。ですから全く別です。これケアとしては。トレーニングと全然切り離して考えないと、こんなに鍛えてるのになんで怪我するんだろうとか迷宮入りしちゃうんですよ皆さん。まだトレーニング足りないのかなって言って、余計に怪我する環境を作るとか。なのでまず関節面から見ていきたいんですけど、一番最初にやられてるのはここのとこなんですね。これ鋸骨っていう骨が、関節が主にこの2種類の関節あるんですけど、上側と下側。上側がめちゃくちゃ外れてます。分かりやすくされますね。これですね。これ違和感の分かります？筋張ってるというか、そうですね。そういう感覚あります。関節の位置、つまり関節っていうのは骨と骨で構成されてるんですけど、1個の関節が動くと周りの腱とか関節包っていう関節を包んでる袋に触れちゃうんですよね。そうするとこういう筋張った状態になります。これはずれないと起きない、そもそも。そうなんですね。そうなんです。だからもうこの時点で骨の位置がおかしいですよ。ここを通過する腱の動きを邪魔してますよってことなんですね。これですね。これ触られたらやっぱちょっと嫌です。痛いし嫌ですよね。これが関節の持つセンサー、心外受容反応って言うんですけど、関節技ってあるじゃないですか。ありますね。あれ何をやってるかっていうと、このセンサーを作動させる技なんですよ。だから嫌ですよね。嫌ですね。これが嫌だからみんなギブアップするんです。このまま傷んでる関節を触られると壊れちゃうんじゃないかっていう恐怖が脳に信号で伝わるんで、ギブアップするんですね。一つ質問していいですか？僕はついこの間怪我したので、それで関節が外れ
れたっていうのが起こったのか、もともと僕が本質的に外れる体の形とか、形状で、その延長上で怪我が起こったのかってどっちなんですか？すごくいい質問なんですけど、延長上で怪我したことは大いに考えられるんですね。どういうことかって言いますと、足首の位置がこっから上の向きを全部決めてるんですよ、実は。これ聞いたことありますか？例えば O 脚とか X 脚とかじゃないですか、足首を決めてるんですよ。普通は皆さんのこのイメージだと、O 脚って言ったら膝がおかしいよね。そうですね。X 脚も膝がおかしいよねってイメージありません？ありますね。膝の向きに注目してるからなんです。そうですね。じゃあその向きを決めてるのどこっていうと、足首が決めてるんですね。実際やってみましょうか、はめる前に。ここの骨が外にずれるか、前に出てくるか、あるいは両方とも出てるか、この3パターンしかなくて、那須さんはこれ外側に出てるんですけど、外に出る状況を作られると、ほら、そうですね、そうですね。膝どっち行ってますか？膝触ってないですけど、外側に行ってますよね。じゃあこの骨が前に出た状況を作ると、ほら。なるほど。つまり X 脚の女の子はこの骨がそもそも前に出てるんですね。例えば筋肉ムキムキでもサッカー選手とか、ベンチに座ってる間めちゃくちゃガニ股の人とかいるじゃないですか。そもそもこの骨が外れてるからこっちが自然になっちゃうんですよ。なるほど。じゃあ逆にですよ、このチョコスで骨が全然ずれてない、足首正常ですって状態をちょっと再現してみますね。そうするとこの状態が足首は正常なんですよ。ゆっくりとでいいんで、ガニ股にしようとしてみてください。ゆっくり。ほら。なるほど。慣れないんです。足首が正常だとガニ股って慣れないんですよ。ならないどころか慣れない。なるほど。その理論だとめちゃくちゃなんか自分で理解できます。怪我する時って僕、外に体重がどんどん流れていくんですよ。流れてきた結果、膝だったり、筋肉だったりっていう、損傷だったりとか、そういう可能性がどんどん大きくなっていくんですよ。だからそういうのは、自分では理解してたんですけど、足首からっていうのは全く。そうなんですね。那須さんの状態を分かりやすく言うと、こういう状態なんです、イメージで言うと。なので左に重心を移した時はこう支えれますけど、こっちがそもそもゴルフのクラブみたいな曲がり方をしてるんで、ちょっと体重かけただけでぐねっていくんですよ。こういう回転が起きる。だから右を怪我するんですね。ですから那須さんの質問のもともと水面下でこういう状況があったから膝怪我したのかっていうのはだいぶ当たってると思います。怪我しやすい環境を作られてる。じゃあこの状況を防ぐにはどうするかっていうと、結局これをはめてあげない限り、これがねじれる癖が治らないわけですよ。でどんどん怪我するということで、じゃあはめていきましょうね。第一段階でまずこの骨ですね。これ外側いきますよ。はまりました。なんですか。どうですか。こんなんでやるんですか。今同じ風に触ってます。もう強く押してもいいです。そもそもここなぞってもゴリゴリもしない。これ、筋張ってるの全くなくなりました。ですよね。くっついてた骨がはまったからです。だからくっつかない、ベリって取れた。ポキっていう音もそもそも普段はくっついてる組織がくっついてるの剥がれた時になる音なんですよ。だから今骨の位置を戻したからくっついてる組織がないんで何にもならない。痛くも痒くもないですよね。全く痛くないです。ちょっとこれすごい。痛くないですよね。これはすごいです。こんなんではまんすね。そうこれでいいんですね。で次にここと連動してるこれステージ2としてはかかとの骨の位置なんですよ。この胸骨という骨が外に出るとかかとは連動して内側にこう入るんですね。そうすることによってよく気づきやすいのは、靴のかかとの外側ばっかり俺減るんだよねみたいな人はこの状況になってます。僕そうです。そうですよね。それはここの小骨という骨のこの関節ですね。ここのとこあるんですけど、これがこういうふうに内側に入ってるからなんですよ。なるほど。でその結果何が起きるかっていうと、ここがこういうふうなんですよ。めちゃくちゃ痛いでしょ。めちゃくちゃ痛いです。めちゃくちゃ痛いです。演技とかじゃなくて痛いし不快ですよね。僕痛みにはちなみにめちゃくちゃ強い方なんです。そうなんですか。不快ですよね。めっちゃ痛いです。これは我慢できないです。関節系の痛みっていうのは。筋肉の痛みはいくらでも鍛えれるんですけど、関節って鍛えられないんで、痛み我慢できないです。だからどんなに屈強な人でも関節だと決まるとギブアップするんです。この状況で知らないで動いてるってことなんですよ。それはバランスも取れませんよねって話で。じゃあこれ直しましょうか。いきますよ。ここのとこもちょっとあるんで、これ痛いですよね。痛いです。じゃあ今度、どうでしょうか。
今めっちゃハマりましたね。はい。すごい。これなんすか？痛くないです。痛くないですよね。かかと骨の位置動かしたんで、くっついてる組織が取れた音です。ちょっとよくわかんないです。見たことも聞いたこともないですよね。はい。で、最後にステージ3の分があるんで。まだあるんですか？まだあります。重症なんで。はい。そうなんですよ。重症なんですよ。皆さん気づいてないですよ、重症って。最後にやられるのが、まさにここおかしいんですけど、甲の関節ですね。ここが最後はこう回転していくんですよ。そうすると、何が起きるかっていうと、このまんま地面につくとぐねるじゃないですか。ぐねります。で、浮き指って言って指が浮いた状態になります。これ地面ですね、地面だとして。なので、グッてついた時に、こういう返しをしないと、まっすぐ動かせない。地面を掴むことができない。なので、これで外反母趾になっちゃう人とか、強合母趾って言って、この親指の可動域なくなっちゃう人多いです。那須さん今触ると全然動かないんで、これ強合母趾って言って、親指を変なねじりで使いすぎなんですよ。浮き指って言われたことないですか？あります、あります。それは、ここが回転してるからなんです、こうやって。これまっすぐの状態だったらこうつける。ところが、ここのリスラン関節が回転してるから、こうなるわけですよ。だから浮いてるんです。で、浮いてるのを地面を掴もうとして、こういう使い方をして、で、地面を掴むために、こういう風に、これハンマートゥーって言うんですね。一生懸命地面を掴もうとする人がなる現象なんです。ですから、ずれてるっていうのは、これです、これ。ほら。これも痛いですね。痛いでしょ？こういう状態で動いてるんですよ。で、特にここが何がまずいかっていうと、運動能力を発揮するのってこっから前なんです。これはウィンドラス機構って言って、運動能力を担当するエリアです。で、ここがトラス機構って言って、俗に言うアーチ。地面から受ける衝撃を逃がすのはこのエリアですよ。こっから後ろが体を支える一番のところなんです。サッカー選手で、ここの骨が折れても走り続ける選手って聞いたことないですか？そこはちょっとわかんないです。そうですか。たまにいらっしゃるんですよ。そうですね。ここの脛骨ってとこが折れると、もう歩けなくなっちゃうんですけど、この腓骨っていう外側が折れても走り続けてプレーできる選手っていらっしゃるんですね。それは、ここしか体重が乗ってないんです、ほとんど。なるほど。なので、体重の乗せてるところがずれちゃうと、こっちの足は体重を支えることができなくなって、力が入んなくなっちゃうんですね。じゃあこれを直しますね。運動能力まで押してますから。痛みどうですか？同じとこ触ってます。全くないです、今。ハマったの分かりました？はい、分かります。むちゃくちゃになりますよね。何気なくこうやって押してるだけなんですけど、これで関節動かせるんですよ。これで、那須さんの足は完璧な状態で、本来のパフォーマンス出ますから、力比べ検証してみましょうか。これすごい。僕もアスリートやってたんで、今まで感度高めに、いろんな情報を得て、自分なりに理論付けてはいったんですけど、ここまで言える方がいなかったんで、僕は筋肉でカバーするとか、そっちだったんですよ。ほとんどの方がそうだと思います。なぜなら、日本語で情報を取りに行くと、筋肉がってのは山ほど出てくるじゃないですか。英語で情報を取りに行くと、こういうのが出てくるんですよ。そこがやっぱり日本がどんどん取り入れていかないといけないことで、日本語で出てくる情報っていうのは、日本人だけで共有してるじゃないですか。英語で検索すると世界中で共有している最新の科学が集まってるんですよ。だから、こういうふうなことがわかるんですね。アスリートみんな絶対に根本的なものを直したいっていうのは絶対に思ってるんですけど。そうですよね。怪我したくないですもんね。それを知ってる方とか教えてくれる方がやっぱり限られてるので、これを広げていきたいですね。初めての感覚なんで、一緒に広げましょう。びっくりします、本当に。僕は本当に敏感な方なんで、内側に乗ると、背筋がそうなんです、そうなんですよ。僕いつも前傾姿勢なんですよ。大体こうなってきて、そんでいろんなとこに負担が来て、疲労が来ると、怪我につながりやすい状態になってしまうんですけど、背筋は伸ばしたいですし、いい姿勢でこうキープしたいので、肩甲骨を開いたり胸をこう出したりとか、そういうトレーニングもするんですけど、今普通に立ってて、体重が下にストーンって乗ってるので、勝手にこう背筋が伸びてるっていう。一流アスリートって皆さん同じ感想をおっしゃるんですね。やっぱその感覚が鋭いんで、例えばバレエダンサーの元世界チャンピオンとかも担当するんですけど、最初怖いって言われます。重心が変わりすぎて。最初の僕の姿勢と今の姿勢って違うと思うんですよ。違いますね。頭の位置が変わってるので、すごい感度が本当すごいですね。その通りです。こういう喋り方だったと思うんです、最初は。漫才師みたいな。そうですね。頭の位置が後傾してるというか、体重乗る位置が全く変わったので。そうですよね。この感覚が正常化した状態で、力もどのぐらい入るようになってるのか見てみましょうか。いい方から左足を前にどうぞ。右手を出して。これ余裕でしたよね。じゃあまたちょっと試しにやってみましょうか。もうすっこれがディフェンダーの力なんですね。すごい。ナイスディフェンスをやってみましょうか。じゃあもう本気でやりますよ。なるほど。こうなるわけですね。なるほど。
わかりますか？わかりました。全部が繋がりました。こうなるわけです。こっちで乗れるからですよね。そうです。視聴者さんはまだわからないと思うんで、こういう風に体重を崩されそうになった時に、やっぱり逆側に修正しないといけないじゃないですか。修正した側が脱臼してるんで、そこのストレスから逃げるために、すぐにまたこういう風な修正が加わっちゃうんですよ。だからどんなにこっちしようと思っても重心がこっち行かされちゃうから力に勝てないわけですね。そうですね。最初から自分で崩された状態。ところが今は体重乗せる状況に関節が戻ったんで、重心移動ができるから耐えれるんですよ。こっちに意識いってなかった。さっき力入れてるですよね。多分外に乗ってたはずなんですよ。今はこっちが正常なので、そうですよね。で最初と全く違うのでこっちに意識いったんですよ。この体重が内側に乗ってるので。そうですよね。なので下からどんどんこう力がつながるというか。全くその通りです。連動するというか。そうなんです。足首がまっすぐ土台がしっかりしてて初めてコアっていうのはガチッとしっかり立てるんですよ。土台がねじれてたり傾いてたりすると、コアもそれに対してはねじれしか生まれないんで。そうですね。これ本当にすごいです。よかった。やっぱり一流の一流に褒めていただけると。初めての感覚です。ありがとうございます。このように関節がちょっとずれてるだけでパフォーマンスが落ちてたり、怪我する人、アスリートが多いんで、ぜひですね、いろんな人に広めていただいて、那須さんからもぜひご紹介いただいて、いろんなアスリートを助けさせてください。あと1点いいですか？もう何点でもどうぞ。先生に直してもらったじゃないですか。でも僕多分根本的には外に流れるとか、多分そこがあると思うんです。でもこれ直すことによって何週間とか経ってきて、また外側にこう疲れてきたりとかになって、継続的にやっぱ治療した方がいいのか、それとも根本的なところが改善できるのかっていうのはどちらなんですか？すごくいい質問で、もうなんか今日で最終回なのかと思うぐらいなんか本質を聞かれてるので、いやさすがだなと思いまして、予防っていうのは二人三脚なんですね。もちろん定期的に先生のとこ通われて関節の状態がきれいになってるのかっていうのは客観的に専門家が見ないと分かんないんですよ。なのでそのチェックはたまには必要です。それだけじゃなくて普段ご自身でもずれないためには自分の動きをどうしていったらいいかっていう風な動きの見直しとか関節の可動域をつける訓練とかそういうのが必要なんですね。この二人三脚で直していくのが予防ですから、どっちかだけが頑張っても成立しないんですよ。私はジョイン活って呼んでるんですけど、せっかくはめた足首がずれないようにするための訓練。もしずれても自分である程度はめれる体操があるんで、それを覚えて帰っていただくっていうのをよくやってもらってます。なるほど。今やっと理解ができました。まあでもトレーニングと一緒ですよね。関節も日々の積み重ねでちょっとずつその予防をどんどん強化していくというか。そうです。すごい機会をいただいて、ちょっと感動レベルです。ありがとうございます。本当に感動レベルです。この感覚はなかったので。いやでも広めたいですよね。いやもうぜひぜひ。もうこれ本当に怪我が予防できるとか、やっぱ肉離れしやすいとか、アスリートの方で怪我で本当に泣く選手はたくさんいるので、これによって本質的なところが改善されて、今までの走り方とか運動機能が変わってきたりとか、怪我予防につながるっていう意味ではすごい。日本のアスリート、ひいては世界のアスリートにも貢献していけると思います。びっくりするとあるあるなんですけど、語彙力がなくなるっていう。やばいだけになる。やばいとかちょっと僕もちょっとびっくりしすぎてるんですけど。とんでもないです。いやいや、一流の方にびっくりしていただけると、まあ頑張ってきた甲斐があるなと。他のお悩みも解決していきましょうか。では行きましょう。で、サッカー選手はやっぱ肉離れですよね。ハムストだったり、あとはふくらはぎだったりとかありますよね。なんで繰り返すかっていうと、癒着があったり、筋膜同士がベタってくっついてて、よく滑走っていうんですけど、専門的には筋肉の伸び縮みが邪魔されてしまう。邪魔されてるのにパフォーマンス出そうとした時に無理やりこのくっついてるとこピッと引っ張るんで、これで肉離れを起こすって人が多いんですよ。もしくは1回怪我したところって反根っていう名前の接着剤で上からパテ埋めするんですね。パテが乗っかったまんまだと伸び縮みが起きないんですよ。この状態でグッて引っ張っちゃうと接着剤のところでまた切れるんです。ですから原因が反根なのか筋膜癒着なのかっていうのを確認して専門家がそれに合わせた対処すると繰り返さなくて済みます。さっき触ってもらってすぐに僕の反根分かりましたもんね。分かります。はい。まあここですね。ここにこれ反根が残ってて、取り方は企業秘密ということで一瞬で取っちゃいましょうねこれ。はい。こんな取れるんですか？取れます。ここでこれ起きてるんです一つね。ここでこれをこうするんですね。はい。これ取れました。痛み違和感どうですか？ちょっと待ってください。もう一回触ってもらっていいですか？今のところ。同じです。同じどころかさっき強く触ってます。ちょっと
軟部組織の変化に応じたケアの仕方をすると時短が非常にできるんですね。引退して動いてるんですけど、動き始めとかやっぱこのハンコのとこ気になるんですよ。引っかかってるというか伸びきらない感じありますよね。一つはここで繰り返す繊維の接着剤が邪魔していた。もう一つは左の状況は右と違うんですよ。右は怪我してハンコンです。左は右足首をかばって重心が左ばっかりだったんで、筋肉がギュッとこうやって短縮してる状態になって筋膜癒着を起こしてます。こういうとこですね。これすごく嫌ですね。嫌ですよね。これが先ほどお話しさせていただいたくっついちゃってるんで、筋膜同士が。なのでそこがくっついてるところを一生懸命グッてこうパフォーマンス出そうとした時にビリッてこう剥がれた時に肉離れの状態になるんですね。ですからこれは取り方が別です。これ筋張ってるの分かりますか？分かります。これじゃあ取りますよ。これ覚えてくださいね。これをこうします。どうですか？痛みどうですか？プニプニですよね。これを滑走できるようにした。これ筋膜癒着を今取って。企業秘密なんでしょうけど、まあマッサージとかしてもらうじゃないですか。ハムストとか。例えばそこに触れる時もあるわけじゃないですか。それじゃ無理なんですね、やっぱ。ですね、ピンポイントで、ここだってのを探って、そこに適切な動きを加えないとなかなか取れないんですよ。そこが難しいんですよね。なのでいろいろやっぱ研究が必要。そもそもこの痛めてらっしゃるのがただ硬いのか、乳酸が溜まって硬いとかいいじゃないですか。ハンコンで動かないのか、筋膜癒着で滑走って言って筋肉の伸び縮みは起きてないのか、どれなのかまず把握しないとっていうことなんですよ。でもう一箇所ですね、ここのところこれですね。それもそうですね。でこれに至っては、ここの膝裏のとこでくさびが打たれて膝裏までおかしいです。これ嫌な時そっちまで来ますですよね。これとここが連動してるんですね。こことここでグッとくさびが打たれてるんで、伸び縮みがこれも邪魔されてると。重心がこっちに預けられてるんで、地面からの突き上げと上半身重みでギューってされてるからです。だからこれくっついちゃうんですよ。なのでここの嫌なとこ取りますね。いきますよ。痛みどうですか？ちょっとこれ膝裏ないですよね。もうこれ全く張りが取れたっていうか。わかります？こんなんで取れるんですか？で本当にこれだけなんですよ。これだけでケアすることなんで、ぜひ全アスリートに受けてほしいってことなんですね。脳が追いついてないですよ。プロで一応18年やってるんですよ。いろんな怪我と向き合って、いろんなトレーナーと向き合って、自分の中でもこうデータ化して、一つの答えを導き出すわけですよ。自分なりに。データが破壊されてる。意味が分かってないです。もちろん今あるものは全て素晴らしいんですね。医療も素晴らしい。トレーニングも素晴らしい。マッサージも針も全部素晴らしい。ただここだけが足りてなかったっていうところなんですよ。さっき英語で検索するといろいろ出てきますってことをお話しさせていただいたんですけど、あくまで研究レベルでいろんなことは分かってて、現場とか臨床に全然まだ落とし込めてないんですよ。なるほど。研究の速さに追いついてない。それでアメリカからオファーが来て、私 NBA とかメジャーリーグとかにちょっと教えさせていただいてるんですね。ああいう人たちも全く同じスポーツの痛みで悩むわけですよ。そうですね。7、8割このスポーツ障害って言って、慢性的なものがケアしきれなくて怪我するって言って、彼らもデータを出してるんで、なのでこれを教えたんです。びっくりするぐらいほぐれてますね。ほら、ここのくさびが打たれてる大元のこの膝裏を取ったんで、この辺とかもむちゃくちゃ緩んでるのがびっくりします。触ってむちゃわかります。僕は揉むのもこれは疲労を取る上で大事なんですけども、要所要所で痛める原因となっているところを改善すると、これが重要です。サッカーだけじゃないと思うんですよ。肉離れって筋膜炎から、そうですね。腱が切れたりとか、いろんな方いると思うんですよ。サッカーなんか特に肉離れハムストが多いんですよ。そうですよね。本質的なとこを直すっていう概念が今までの概念とちょっとこう全く覆されたというか、今日那須さんと動画を撮れて非常に私嬉しいのは、本質っておっしゃるじゃないですか。まさにそこなんですよ。そこが欠けていたんですね。なのでその本質が捉えられてないから繰り返してしまう。そうですよね。要は因果関係ってよく言いますけど、原因があって初めてその結果が出るじゃないですか。だからその原因がまだ普及してなかったというか分かってなかったんですよね。ところが研究でだいぶ分かるようになってきたんで、あとはいかに現場レベルに落とし込むかなんですよ。それでアスリートを守ることができます。今の現役選手、肉離れで悩んでる選手もたくさんいるんですよ。ですよね。ぜひ来てほしいです。ですよね。普段はその担当の先生とかいらっしゃると思うんで、日頃のケアはその先生にお任せして、要所要所だけ
で我々のようなこういう理解がある先生にチェックしてもらって、あ、もうこれで大丈夫なんであとはお願いしますという連携があれば、そうですね、よりアスリートを守れると思います。はい、もちろん担当の先生に私の技術とか覚えてもらうっていうのは多分一番早いとは思うんですけど、あと腰が張るってことだったんで、一個一個腰の張る原因を見ていきますね。那須さんはここでこのくさびがチューチュー打たれてたんで、こういうふうに引っ張られてるような状況、デニムのですね動きで分かると思うんですけど、筋膜がどっかでくっついてるとくさびが打たれてる側にこうやって引っ張られるんですよね。どこまで引っ張られるかっていうと、こっちの上半身のまで全部引っ張られてる状態になっちゃうんですよ。そうなんですね。筋膜連結、アナトミートレインって言うんですけど、筋肉って張り合わせつながってるんで、一箇所くさびが打たれてギュッてされるとどんどんそれに引っ張られていっちゃうんですよね。ですから首が悪いのが足のせいだったりとか、さっき足首直したらまっすぐ立てたじゃないですか、あのぐらい離れたところって影響し合うんですよ。ですから一個一個その方のお悩みはどこが原因で来てるのかっていうのを全体的に見ていかないといけない。腰なんですけども、左側のこの座骨ですね、那須さんはここでもくさびが打たれてます。痛いですよね。これが普通。右は全くですね。で左ここ、これなんか硬いの触ってるじゃないですか。はい、めちゃくちゃ。これ今私座骨触ってるんですけど、これ触れないですよ本当は。触れない骨が表面まで引っ張り出されるぐらいここでくっついちゃってます。臀筋とハムストリングスがこうべちゃってくっついて、固まった筋肉にグイって座骨が引っ張り出されて触れる位置になる。痛いですよね。でこれ取りますよ。これを取らないとここでくさびが打たれるんで腰がもう直接引っ張られちゃう。この骨盤高さが変わってしまう。高さが変わると何が問題かっていうと、この状態ってバランス悪いじゃないですか。悪いです。だから上半身は逆に向けてこうやって重心を取るようになるんですよ。なるほど。なのでこうやって引っ張ってるところとか支えが弱ってるところは全部まっすぐの向きとかにしてあげないと、立った時に台無しになっちゃう。寝た時にきれいにしてるものですね。ということでこれを取っていきます。はい、これですね。これ覚えてください。これね、肘ですぐ取れるんですよ。こうします。はい、今剥がれた音聞こえましたかね。聞こえましたけど、ゴリって僕の中では聞こえましたよね。これはね、外にはさすがに聞こえないです。痛みどうですか？全然ないです。骨触れないですよね。いや、全然触れないですし、これ同じ力で触ってます？もっと強く押してもいいです。はい。もともと触れないんでこの骨は。これで臀筋がこうやって引っ張られたりとか、腰が引っ張れなくなるわけですね。で、腰に移ります。こうやって見ていくと、まず骨盤の際ですね。これは体を捻転するときにすごくよく使うところなんですけど、捻転がうまくいってない側はこうやって癒着を起こすんですよ。これ違和感ありませんか？はい、あります。こっちこれです。はい、ゴリゴリないです。つまり那須さんの場合は左の重心が多すぎて回転すらも邪魔されてる。ですからこのサッカーをされる時も右回転する時と左回転する時って力の入り方が全然違うはずなんですね。左からの回転はだいぶ邪魔されてる状態でやってます。はい。なのでこれを取りますね。これ聞いてください。聞こえます？わかります、わかります。取ります。ほら。うわ、めっちゃゴリゴリしてます。これ癒着なんですね。よし。今剥がれ終わりました。痛み違和感ゴリゴリどうですか？全くゴリゴリがちょっとなくなったないですね。次に腰の詰まる感じ。でこの腰の詰まるのもすごく感性が鋭くて当たってるんですよね。詰まってるのはこれなんですよ一番。これ分かりません？これが全部理屈同じです。心外受容反応って言って関節がずれてるとこういう嫌な反応が起きるんです。いろんな戻し方があるんですけど、今日はじゃあまだお見せしてない技で、ここのですね、これ痛いですよね。これが詰まってる原因です。これをじゃあこう動かしますね。はい、これではまりました。痛みどうですか？痛み全然なくなりました。ないですよ。ちょっとよくわかんないです。ここなんかヘルニアになりそうです。ここヘルニアはまだやってないですか？やってないです。これなりそうですね。座り方がだらしない座り方、例えばソファーとかやりますよね。やります。はい、それ骨格に出てるんですよ。ソファーにだらしなく座ってここの隙間を空けてしまうような座り方をしてしまうと、現代病なんですね。ここのヘルニアとかになる人が多いんで、後ろ側にこの骨出てます。これほら。そうなんですね。はい。これ元の位置に戻しましょうね。はい、はまりました。聞こえました？わかりました。ゴリって違和感どうなりましたか？全然なくてないですよね。はい、こんなに押しても元の位置に戻せるんですね。やり方をしっかり覚えれば戻せます。全然戻せます。関節の動きとか形状が分かってると少ない力で戻すことできるんですよ。全部。実際にさっき足首なんかもあっという間に戻せましたよね。なるほど。これはちょっと感動レベルですわ。猫背ってことなんで頸椎直しますか？はい。あとこれ右肩
肩が外れてますね。まずこれ右肩外れてるのこれはめていいですか？はい。左がはまってるんで分かりやすいんですけど、はまってるとこういう感じです。はい。全然違和感ないですけど、コリコリしてます。これやばいですよね。これを、はい。はまった音聞こえました？むちゃくちゃ聞こえました。で最後にここまでまっすぐでも顔だけ前に出る人っているんですよ。いや僕まさにそれですよね。典型的な。それは何かっていうと、大元はテキストネックってやつなんですよ。聞いたことないですよね。これも海外では普通に研究されてるんですけど、日本ではストレートネックとかスマホ首って言われちゃう。このテキストネック、要はテキストを読む姿勢がこういう状態になるんで、頸椎の関節の位置がおかしくなると顔だけ前に出てきます。こうやって。そうですね。はい。その原因を作ってるのはここの頸椎なんですね。ここが後ろに来すぎてると相対的に前に出てしまう。はい、これが中に入ると相対的に後ろに来るんです。この頸椎が。はい。なのでこれを動かしますね。聞いててください。はい、聞こえました？今これはまりました。違和感どうですか？今全くゴリゴリするのがなくなりました。はい、勝手にこう首が後傾してるっていう。わかります？むちゃくちゃわかります。頭の位置が自然ですよね。自然なのでここが落ち着きますね。そうなんですよ。頸椎の位置を戻したんで、本来の頭の収まりのいいところに持っていけるんですよ。だからまっすぐ立てるんですよ。これも関節です。はい。これすごいですね。よかったです。はい。ケアしに行ったりっていうのはしてたんですけど、体感レベルでここまで違うのかっていうか、すぐやってもらってっていうのは初めてです。アスリート時代も含めて足首だったりとか、骨をこう引っ込めるとか、そこの視点で考えたのは全くなかったので、初めての体験というか、体感レベルをしてて、ちょっと自分でもびっくりしてます。よかったです。立つ姿勢が変わったりとか、体重の位置が今までと違うので、すっごい乗り心地がいいと。よかったです。骨格が関節レベルでしっかりしてると、余計な力を全く入れないで脱力できるんですよ。だから気持ちいいし、自然な力で立てる。で、余計な筋肉の負荷がないんで疲れないんですよ。これが理想の状況で。そうですね。これをもっと広めていただけたら、本当アスリートも含め、運動してる方だけじゃないと思うんですよ。普段生活してる方でも腰が痛いとか、いろんな悩み持ってると思うんですけど、それが一気に改善されるというか、それやってちょっと治ってまた腰が痛んだとか、膝がとかいうところじゃなくて、根本的なところを治してもらえるので、本当感動レベルです。ありがとうございます。これをぜひ広めてですね、私予防未病活動ってさせていただいてるんですけども、もっともっと国民の皆様、アスリート含め守って、今この予防が行き届かなすぎて、将来4700万人寝たきりになるって言われてるんですよ。4700万人ってやばくないですか？この国だけですよ。この国でですそう、世界じゃなくて、この国で4700万人寝たきりになるって言われてて、でその半分は 49% なんですけど、腰か膝が痛いからだよっていう研究結果も出てるんですよ。なので、いかにこの状況を守るかがアスリートを含め、国民の皆様の健康を守って予防することにつながるかってことだと思うんですよね。ぜひ応援よろしくお願いします。いや、もうぜひアスリートの方とかも一般の方もそういう怪我でそれでなんかちょっとケアしに行くって、それが悪いとかじゃないんですけど、でも本質を変えないと全体が変わらないっていうのは僕もずーっとそれは悩んできたところなので、素晴らしい。広められるように、そうですね。はい、僕自身もちょっとありがとうございます。ご協力させていただきたいと思います。というわけで本日は那須さんの施術をさせていただきました。那須さんありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。座って腰触ってヘルニアって言われてたのも、こうなってたんですよ、今まで。だから今勝手に乗ってるんですよ。自分で意識して背筋を伸ばして食べる姿勢とか、なんか座って待つ姿勢もよくしないとなっていう意識はあるんですけど、どうしても腰がこう後傾してしまうというか、後ろにこうなって結局ソファー座った時もちょっとこう首を開けてっていう、これが勝手に乗ってるんですよ。いい姿勢とは何かってなった時に、皆さん筋肉でいい姿勢を維持しようとするんで、そうすると筋肉に負荷をかけない限りその姿勢が維持できないってことなんですよね。いい姿勢っていうのは脱力しても不自然じゃない姿勢。僕今力一切入れてないですよ。いつもはいい姿勢は力を入れてこうやって胸部を開いて、それでいい姿勢なんです。今全く力入れてなくてストンって乗ってるんですよ。そうですよね。これが関節なんですね。関節の位置が正しくなると余計な力を入れなくてもパフォーマンスが出せるってことなんです、本当は。アスリートはやっぱそれが一番いい状態ですもんね。力みがなくっていう。そうなんです。関節が動いた分までしか筋肉って伸び縮みできないんですよ。つまり関節が動かないだけでもうその筋肉
クっていうのは伸び縮みが最大行えないんですね。ってことはパフォーマンス上げてるつもりでも全然上がってないってことになっちゃうんですよね。それってアスリートとしてはもったいないですよね。そうですね。思ったのがこの施術をしてもらって、これを継続することと、そのトレーニング方法というか、そういうのも関節ケアのそのセルフケアとかもあります。はい。それをやっぱ継続することによってよりこの状態をキープできるという、いろんなことが納得いきました。ああ、よかったです。原理原則すべてを捉えてる施術だな。ありがとうございます。もうそこにこだわりまくってここまで来ましたんで、皆さんに納得していただくにはどうしたらいいかなってずっと考えて、海外の研究とか海外のやってることを取り入れて、ようやく答えが見つかったというか、関節だと那須さんに褒めていただいて、今日はハッピーな一日です。いやもう本当ありがたい施術。とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。このチャンネルではアスリートをはじめとした様々な方の体の不調を関節に着目して見ていきます。あの人も施術してほしい、こんな人を施術してほしいっていうのがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。いいね、チャンネル登録大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。